お疲れ様です。シルエティ編の続きですね。なら、オイルポンプ組んでいきますけど、レギュレーターっていうんですかね、バルブのところをばらしたんですけど、これが一番上に入っとってスプリングがあって、でここにワッシャーとシムがあるはずなんですけど、出てこなかったんですよね。ありましたでワッシャーこそないですけど、とりあえず SR のお得なチューンといいますか、油圧を高くするお手軽な方法なんですけど、この SIM を2枚重ねて入れたら油圧が高くなるよということで、なので今回それをやってみようかなと思います。本当はこの SIM は再利用不可なんですけど、使っても問題ないと思います。皆さんは変えるようにしてください。なので今こっちのオイルポンプがブローしとったエンジンのオイルポンプで、ここにあるこっちが元のこのついとったやつ、ガイドのボルトが折れて暴れとったようなんですけど、とりあえずこれから、SIM とか、ワッシャーもあったんでこっちに使いたいと思います。元のオイルポンプもばらしましたけど、まさかのですね、元のオイルポンプにはすでに2枚入ってました。2枚入っとって乗っとった頃油圧はだいぶ低かったんで、13系だとそんなもんだって言われる時もあるんですけど、アイドリングで1から1.2キロぐらいですかね、油圧が。油圧計が合ってるかどうかも分かんないんですけど、なので、このシム増しで油圧が少しでも上がればいいなと思ったんですけど、すでに2枚入れてありました。3枚入れてもいいんでしょうかね。ちょっと怖いんで元通り2枚で組み直します。オイルポンプのギアは、新品買いましたんで組んでいきます。なら一応、クリアランス測っときましょうか。まずアウターとこのハウジングのクリアランスがだいたい 0.1 から 0.2、 0.15 でいいですかね。 0.15 入らないですね。 0.1 は入りますね。 OK。 次アウターとインナーのクリアランスが、0.2 以下ですね。 0.18 以下って書いてありますけど 0.15、入らんですね。 0.1 は入りますかね。以下ですんで OK だと思います。こんなでかいやつしかないんでちょっと測りづらいですけど置いて、これが 0.05 から 0.09 ですね、アウターが。なんで0.1 以下ですね。入らんです。でインナーもいいんじゃないでしょうか。ならこんなにオイル塗って組んでいきます。フロントカバーをつけていきたいんですけど、ここから順番を間違えそうで慎重にやっていかないといけないんですけど、まずチェーンを組みましょうかね。この問題のこのガイドの支柱のところですかね。これをどうするかですけど、アルミブロックなんで溶接持ってタップ切るとかもできんので、このメタルパテですかね、こんなで代用しようかなと思ってます。また取れたらドンマイですね。取れないことを祈ってやっていきます。ガイドもブローしたエンジン、あんなは黒ヘッドだったんですけど、この鉄のガイドだったんで、こちらをつけれそうだったらつけます。だいぶ固まりましたね。ちょっと外してみたいと思います。これ大丈夫ですかね。どうでしょうか。やってないよりはいいと思います。ガイドつけていきます。
しっかり締まったんで大丈夫だと思います。でそしたらこのナプレックさんのところの強化チェーンですね、こんな入れてしまってから反対側の、ガイドをつけていきますが、チェーンにはこの色がついてるところがあるんですけど、ここ黄色いです。でここずっと下行くと、ここ青いですね。でもうちょい行くと青がもう一つあるんですけど、おそらく長い、コマ数が多いこの右側ですけど、多い方が、インテーク側のカムの方ですね。でこっちがエキゾースト側のはずです。なのでこう、クランクのこのアイマークがここにポチがあると思うんですけど、このポチのところに合うように今ずれましたけど、もう一コマこっちですね。ここですね。黄色がクランクのアイマーク、こんな感じです。で、この青い方をカムのアイマークに合わせればいいはずです。これが表裏逆だったとしても、カム組む時にまた別のところにタイミング合わせて組めばいいだけの話ですけど、こちらせっかく印があるんで一応これを使ってみたいと思います。ならこれですね、反対側つけていきます。なら、フロントカバーつけていきますが、オイルポンプのところの、パッキンがここにありますんで、ここの分も取り付けてからカバーをつけていきます。ガスケットはこのナプレックさんのところのガスケットキットですね。ガスケットキットを普通に頼むと純正のヘッドガスケットも一緒に来てしまうんですけど、こういうエンジン組む際は、メタルのガスケットを入れると思いますんで不要になってしまうんで、それを抜いたそれ以外のセットですねが売られてますんでありがたいです。そしたら、これの、フロントカバー内オーリング7番ですね。これですね、これのはずです。こんなをここに入れて入りました。じゃあこのフロントカバーに液ガスを塗ってカバーをつけていきます。そしたら腰下が組めました。いい感じじゃないですか。ちょっと表に向けてみましょうか。いいですね。この調子で腰上の方も組んでいきます。このヘッド組み上げていこうかと思います。やることはバルブのすり合わせぐらいですね。だいぶ形になってきたんで完成が楽しみですね。やっていきたいと思います。はい、とりあえずバルブのすり合わせ全箇所終わりました。こんな感じですね。場所がわからんくならんようにしてあります。これがまた
だいぶ時間がかかる作業ですんで、外はもう真っ暗ですね。始めたのも夜なんですけどね。じゃあ早速ですけど、このバルブをヘッドに組んでいきたいと思います。ようやくバルブの方が組み終わりました。この16バルブもあるとやっぱり手間がかかりますね。もう外はすっかり朝ですね。一回寝たんですけどね。それじゃあラッシュとシムとかも付け終わりました。本来なら、この状態の時に一応 SR にもシム調整っていうのがありまして、この簡単に言えば、何ですかね、これはバルブガイドっていう場合もあるし、ロッカームガイドとかシムガイド、なんかそういう名前があるんですけど、これ溝が掘ってある方がありますよね。でこっちが溝が掘ってない方、これの高さとこれの高さを、できる限りゼロに近づけるという作業があるんですけど、このラッシュが入ってる穴にですね、ここですね、ここに、特殊工具って言いますけど、このラッシュのちょうどいい径ですね、この径の棒をつけて、そこにダイヤルゲージをつける、こいつとこいつの高さを測るっていう作業があるんですけど、その特殊工具が持ってなくてですね、今から頼んでも早いことになりませんので、一旦このままロッカー乗せてカム組んじゃいたいと思います。間に合えば、動画内で調整もやろうと思うんですけど、間に合わんかったらそのうちやっときます。特に難しい作業ではないと思いますんで、必ずしもこのシムを調整せんと、ロッカーアームがエンジンかけた瞬間、速攻で飛ぶなんてこともまずありませんので、カムとの当たりはもしかしたら良くないところも出てくるかもしれないんですけど、今回はとりあえずこの状態のまま活かしてもらいます。ならこのヘッドを腰下と合体していきたいと思います。使用するガスケットは透明の 1.2mm ですね。メタルヘッドガスケットです。ならこれをまずここに乗せる前に、ここですね、フロントカバーとこのシリンダーブロックのこの継ぎ目のところ、ここに液ガスを両サイドですね、こことここ、液ガスを塗っておきたいと思います。こっからが大変なんですけど、一人でこの言えばヘッドを乗せるときにチェーンを通さんといけないんですよね。これがなかなか大変で、仮にこのチェーンを落としたとしても、この SR は駒ずれしにくいエンジンらしいんで、このクランクの方でコマがずれるとかは、ないと思うんですけど、マークも合わせて組んでますんで、落とさないように気をつけながらヘッドを乗せていきたいと思います。こちらなんとか乗りました。やっぱり一人でする作業じゃないですね。チェーンもどうだろう、あんま落とさないようにはしたんですけど、だいぶ緩んどった気がします。なら急いでですね、このヘッドボルト
締めていきたいと思います。そしたら、トルクですけど、まず1回目が4キロで締めます。でその後2回目に8キロで締めます。で一旦0キロに戻して、でまた4キロで締めた後に角度締めを90度を2回ですねやっていきます。まず4キロです。次8キロですね。0キロに戻します。そしたらまた4キロで、そしたら90度の角度締めを2回です。はい、それじゃあヘッドボルトも締め終わりました。この着々とできていってる感じがいいですね。じゃあ続きこのヘッドの方カムつけていきます。そしたらカムセットしてチェーンのマークのところですね、アイマークも合わせておきました。やはりチェーンの向きは合っとったようですね。一応これの確認方法、もしこれが全く違うところにマークがあるぞっていうことでしたら、おそらく間違ってますんで、ちょっとプーリーついてないんで分かりにくいんですけど、一応腰下の段階でこの上視点にセットしといたんですよ。なのでこれプーリーつけたらここの、棒とこのプーリーの0度のところを合わせてもらったらいいんですけど、その時にこれを水平に見てですね、ここのライン、ヘッドのこのラインがあると思うんですけど、これを基準線としてこう見た時にカムのギアの刃ですかねが、エキゾースト側はちょっとこれがまた微妙なラインなんですけど、半分ほど出とるところを、一山と数えます。なのでこれが1、2、3、4、5、6、7、8、9、9山目ですね。このアイマークがつくところがエキゾースト側で、インテーク側はこう基準線を見たときにここの隠れてるところは一山目とは数えないので、インテーク側の場合はここが一山目、2、3、4、5ですねがアイマークが来るように組めばタイミングは問題ないです。なのでこのチェーンの色がついてるところじゃなくても、そういう合わせ方で合わせたら、おのずとクランクとカムのタイミングは合いますんで、わからなくなった時はそれで組んでやってください。そしたら、カムのキャップの方をつけていきたいと思います。そしたら、カムのキャップの閉める順番ですけど、基本この中から外に閉めていくんですけど、最初は 0.2 キロで、まずちょっとここスプローケンに近いところですけど、9番10番を閉めた後 1,2,3,4,5,6,7,8 を閉めるみたいですね。その最初だけですけど、でも 0.2 キロなんて測れるので軽く閉める感じでいきます。そしたらあとは通常通り中から外に締めて、最終的に1キロぐらいで締め付けます。そしたら今回の問題だったテンショナーですけど、こんな1号テンショナーですね。ちなみに前回割れたっていうやつがまだ残ってましたんで、比べてみるとこんな感じですね。どっちかっていうとこいつは被害者でしたね。かわいそうに。
で、ガスケットもありますんで入れるんですけど、これ毎回思うんですけど、どっちが表なのかなって、こっち向きなのかまたこっち向きなのか、機能的にはどっちでも問題はないと思うんですけど、2分1こっちにしときましょうか。じゃあつけていきます。でテンショナーをセットしたら、どっちかに回したらテンショナーが勝手に伸びてチェーンを張ってくれます。なら、タペットカバーをかぶせて、蓋していきますけど、カバーをかぶせるときにここの4箇所ですね、後ろ2箇所前2箇所のこのくぼんだところですね、ガスケットを塗ってから蓋をしていきます。見えるところなんでナットも新品にしてますんで締めていきましょう。結局ですね、インマニも塗ることにしました。その他の塗ってなかった部品もありましたんで、この辺も塗りますかね。本体があんだけ綺麗になってしまうとやっぱり塗らざるを得んですよね。ちょっと養生は適当ですけど、綺麗にして塗っていきたいと思います。はい、インマニも見違えるほど綺麗になりましたね。一つ残念なことがですねありまして、ここのパイプを塗り忘れました。悲しいです。これは後でタッチアップしておきますかね。で、あとはスロットルをつけて、これは取った時にガスケットぐちゃぐちゃになっちゃいましたんで、切り出してきました。スロットルつけて、インマニをエンジンにつけていきたいと思います。
はい、ようやくエンジンできました。めっちゃ綺麗じゃないですか。やっぱ綺麗にすると見違えますね。惚れ惚れします。頑張った甲斐があった。まあ動くとは言ってないんですけどね。なんとか問題なく動いてほしいです。ではエンジンもできたところで今回は一旦ここまでです。次回このエンジン乗せていきます。もしかしたらエンジンかけるところまで行くかもですね。交互期待で。また次回で。